危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちこんにちは。は。この前ね、先週この番組が始まって、友達にチャンネル登録してってみんなに応援してって言ってたら、あのまあ友達だからね、もちろんチャンネル登録するけど、全然見ないでするの悪いかなと思って一個見てみたんだって言って、そしたらなんかアメリカの不動産なんか全然興味ないかと思ったけど、見てみたら結構身近なものになって楽しかったって言われて嬉しいなと。うん。よかった。そう、私の方もクライアントさんからテキストが来て、なんか、あれ聞いてたらハワイ行きたくなりましたって。私もすごい30年ぶりぐらいに知り合いの人が見つけてくれて、それで、全然変わってないねって、それだと思うんだけど、そういうふうに言ってくれました。素晴らしで、い。ねで、この間ちょっとハワイに500人ぐらいの人が来るようになったって言ったんだけれうんども、うんその内訳を見てたら、その中の100人ぐらいが観光客なんだけれども、うん。でも、ね、観光客って言っても14日間、どっかのホテルで閉じこもらなきゃいけないから、どうやって観光してんのかなと思うんだけれど、でその他に110名ぐらいの、こっちに引っ越してきたっていう目的で来てる人がいて、それはびっくり、この時期にそういう人がいるんだと思って。で、他にもマウイに一つリスティングがあるところに見に来た人が、このパンデミックで本当はサンフランシスコに帰らなきゃいけないのを、帰るのやめてしばらくこっちにいようって思ってて、で、そのうちやっぱりハワイ安全だから、もうこっち住んじゃおうかなみたいな感じで、で、お家を見に来ましたっていう人がいて、と思って、アメリカ人ってすごいなと思って。本当よね。まあ考えてみれば、そもそもね、ヨーロッパからね、いろんなところから来て、移住してきた人たちだからね、うそうなんかどっん。かに移るってことにはあんまりこう、怖さを持ってないのかもしれないわね。まあね、このパンデミックがなんかその理由、なんかこうプッシュした理由のうちの一つになってたみたい。うーん。今日は、私たちがそれぞれ住んでリアルターをしている各都市の魅力、それからそこで買えるような物件のスペックっていうのをみんなで話してみようかなと思うんだけど、ひろこさん。はい。じゃあ、まず、じゃあ、ロサンゼルス。私はロサンゼルスに住んでますけれども、来た方は、大体体験してるように、もう本当に大きな街なんですね。で、大きさで言うと、関東平野がすっぽり入るぐらい、関西で言うと2府4県がすっぽり入るぐらいの大きさが、ロサンゼルスカウンティとオレンジカウンティの、オレンジカウンティの主な、小規模商業エリアなんですね。で、そこの経済規模がやっぱりすごく大きくて、国別の GDP で言うと、17位の国と同じぐらいの経済規模。なので、本当にここに来ると、いろんな仕事のオポチュニティとか、新しく自分たちがビジネスを広げる、チャンスとか、いわゆるアメリカンドリームの、最初に試すような街だと思うんですよね。人種もミックスしてて、LA のシティなんかだと白人の人口1位なんですけどね、2位がごめんなさい、1位がもうヒスパニックっていうラテン系の人たちがもう順番が変わって、で2位が白人で3位がアジア系っていうことで、非常になんか均等に人種もいるので、とてもいろんなチャンスがあるんですよね。それとあとこれからですね、本当に人口もこの間言ったようにどんどん広がっていくのと、ちょっとこのパンデミックに始まってからはいろんなものがストップしてますけど、すごく開発がどんどん盛んで、その背景には IT テック系の会社がすごい進出してきてるんですね。やっぱり IT といえばサンフランシスコ郊外のシリコンバレー
が、IT のメッカで、もともと Apple とかGoogle とかがあるんですけれどね、それがどんどん LA に進出してきてて、それは背景としては、昔テックといえば、メガネかけた、ギークのような方々がですね、ハードウェアを作ってるようなところだったのが、今 テックといえばですね、アプリの中に入ってるコンテンツなんですよね。そうするとコンテンツを作る素材としては、シナリオと映像と音楽と、そして女優さん、俳優さん、そういう人たちが必要で、そのリソースがロサンゼルスにたくさんあるので、たくさんの、IT 系のアプリ関係の会社とかもすごい進出してきてて、いわゆるそのエリアのことをシリコンビーチっていうふうに愛称で呼ばれてるんですね。だからその辺があるので、とてもグローしてて、これからもその勢いが止まらない感じですね。それがもう最大の魅力。ハワイはハワイは説明しなくてもいいかなと思います。痛い。で特に私が住んでるオアフ島とかカウアイ島、マウイ島、ハワイ島もいろんな島があるんだけど、その島が本当にそれぞれの島で全然性格が違って、例えば、オアフ島は一番都会だし、カウアイ島は雨が多くて緑がとっても多くて自然に恵まれてたりするし、本当にみんなハワイって一言に言うけれども全然違う。で、ハワイ島は溶岩の普段見られないような景色が見れて、で、しかも高級っていうところにしてしまうと、例えばゲートで囲まれてて、そこに住んでるお家を持ってる人しか使えないゴルフ場だったりとか、本当にラグジュアリー感はもうたまらないものがいっぱいあったり。で、そう言いながらも、ワイキキの中にちょこっと20万ドルぐらいで買える物件があったりとか、本当にオールマイティなところだと思う。で、自分が何をしたいかとか、何を目的にしたいかっていうのに、割とどんな要望にもフィットできるようなところだと思ってます。オハイオは、コロンバス、私がいるコロンバスが首都で、場所的には想像ちょっとつかないかなと思うんで、五大湖があるじゃないですか。五大湖の下。で、西に北西に走るとデトロイト、車の街、3時間半ぐらい。そのまま走り続けると6時間するとシカゴ。で、ニューヨークは例えばナイアガラの滝あるじゃない？あそこを、北東に向かって走って6時間ぐらい。なんとなく位置つかめたかな。私も自分でここに住むまでコロンバスなんてどこか全然知りませんでした。でも、コロンバスって全米で人口だと13位の町なんですね。だからみんながよく知ってるシアトルとかボストンとか、デトロイトなんかよりも人口ずっと多くて、でオハイオってどういうところかっていうと、経済規模でいうと全米の6位。で、さっきひろこさんが言ってくれたじゃない？このオハイオの経済規模を国に直すと、第22位の国になる、ね。はい。名前は知られてないけど、経済は活発で実は。はい。で、日本とのゆかりも実は、あって、日本からの直接投資額、アメリカに対してのね、一番はどこの州でしょう？カリフォルニアです。日本からね。で、日本からの直接対米投資額の第2位の州が、オハイオなんです。なんでかっていうと、普通自動車業界っていうと、研究所が、デトロイトにあって、でデザイン機能が、カリフォルニアにあって、で本社機能がまた別のところにあって、最近なんかだとトヨタがカリフォルニアからテキサスに移したわよね。で今度工場は土地の安い、中西部であったりとか南部にっていうふうに分散するんですけど、ホンダは、工場もエンジン工場もそれから研究所も、何もかもオハイオに一点集中型でやってるんですね。
一部デザインだけちょっと本社機能もカリフォルニアにありますけど、そんな意味で、日本からの台北投資学科になるのはそんなことがあって、でやっぱ車って護送船団っていうのかな、サプライヤーさんも一緒についてくるから、日系企業が100社以上この辺にある。でオハイオから見ると、外国からの直接投資額って1位やっぱ日本で、全額の 25% に日本なのね。で2位3位がドイツイギリスっていくんだけど、もう 9%7% ね、ダントツで日本なのね。なのでオハイオからすると日本様々なんです。そんなことで、私も今まで、マサチューセッツ州、カリフォルニアは大学の時に1年間、それからノースカロライナ州と、ニューヨーク州って住んできて、ここが 5番目の年なんですけど、自分が日本人のことを全く忘れちゃいます。なんかものすごくこう親日っていうのかな、この地域が日本のホンダが来たことによって潤いました。で日系企業がこれだけの雇用を作ってくれますっていうことを企業、そうだな、何か折があるためにいつも宣伝してくれていて、だから土地の人が日本人ありがとうっていう感じでものすごく生活しやすい。それ全然知らなかった。なんか遠い感じがする、日本から。まあね、ハワイとカリフォルニアはもう本当に1800年代ぐらいから移民の歴史があって、ね、一番最初に日本人が到着した場所だから、まあ、そもそもまあ、私たちとまた違う日系人、ジャパニーズアメリカンの人たちがずっとこう、ね、100年以上培ってくれた下地があって、日本人っていう私たちがまた来てるから、まあ、そういう意味で結構なんていうかな、印象はよく持ってもらってるから、まあ、私もそういう街っていうのは、まあ、もちろんその不動産の投資の意味もあるけど、例えば何かで一番最初に移住をして住もうと思うときにコミュニティが日本人歓迎とか、あるいは日本のものが多少手に入りやすいっていうのは、すごく最初のステップとしては入りやすいかなと思うんですよね。まあ、どっかの回でまたちょっと自分たちがどうやって来たかとかねシェアしたいけど、私もなんか一番最初こっち来た時に本当に周りにたくさんの日本人の友達がすぐできて、でいろんなものが周りに日本語のサービスが多かったから、最初はやっぱりかなり大変だと思うんですよね。英語もまあ難しいし、アメリカのシステムがわからない時に来るって。でもそこがすごくスムーズにトランジションできるのはとっても助かりました。だからオハイオもね、知らなかったからね、そういう意味では何か移住するとか、まあ、物件を買うにしても時々見に行くにしてもなんか過ごしやすい感じがするよね。そう日本人の弁護士さんもいるし、日本人で銀行に働いてる人もいるし、そういう意味では人数の割にはビジネスファーストで日本人が住んでいるところだからかもしれないですけど、ものすごくこう日本人インフラは整っていると思います。さっき言い忘れてしまったんだけど、ハワイもアジア人っていうのが 40% いるの。だから、とってももちろん人種差別とかはないし、反対にハワイに移民してきた、移民じゃないね、本土から来た白人の人とかが、今までのその生活環境とあまりにその周りにアジア人がいっぱいいて、なんか大きな顔してるので、私たちが。ちょっと迫害を受けてんじゃないかって思うような人も中にはいるみたいです。でもちろんドン・キホーテとかもあったりするし、もちろん日本にいるみたいな生活はできないけれども、でも不自由さっていうのはないかな。どんなまあいろんなレベルのお家があると思うんだけれども、日本の人からっていうのかな、日本人っていうのかなの人が典型的になんか見るお家のスペックみたいなのってあるのかしら。まあ、ロサンゼルスは本当もうバラエティに富んでいて、で地域によって価格とか買える物件の種類とかも全然違うんですよね。で、まあ、ただ正直言って結構値段が上がってきてるので、じゃあロサンゼルスで30万ドル台で家買いたいですっていうとなかなかもうないんですよね。で、まあ、スペックで言うと
例えば、ファーストバイヤーさんが買える40万ドル台から50万ドル台だと、コンドミニアムの2ベッドルームのちょっと小さいめのものが、ロサンゼルスの中のサウスベイのさらに南の方とか、あとオレンジカウンティの方とかに行くと手に入りますね。ただちょっと大きさ的には、どうしても狭いめになるので、1000スクエアフィートから1200ぐらいまでかな。うんで、一戸建ての、低いレンジのスペックだと、やっぱり60万ドル台ぐらいで、ある程度、そのまた場所をですね、少し、中心部から外れたところに行くと、50万ドルになると、ちょっともっとさらに遠いところ行かないといけませんけど、5、60万ドル台ぐらいからっていう感じで手に入ります。で、ただ、今、さっき言った、IT がこうどんどん進出してきているようなシリコンビーチ。シリコンビーチはどこを指すかというと、LAX の空港からだいたい北側で、その中心地っていうのはプラヤビスタっていう新しい街のエリアで、その周辺のマリナデルレ、ベニスビーチ、あとマンハッタンビーチぐらいまでのことをカバーしているんですけれども、そのエリアとかだと、もうコンドミニアムの2ベッドルームの小さいので80万ドル台します。で、あと、ハイライズコンドミニアムとか行くともうちょっと高くなって、で、一戸建てだと、そのエリアの標準の、だいたい5000スクエアフィートぐらいの、3ベッドルームの小さいので、90万ドルから1ミリオンちょっと超えるようなものとか、あとリモデルをして建物の価値をガンと上げると、もうその価値がまた10万ドルぐらいアップされるので、1ミリオンは超えちゃうかなっていう感じになってきますね。ただ今金利がちょっと低いので、ローカルの方に対しては、比較的頭金ちょっとある程度準備したら、結構買える価格帯のスペックの、一番ボリュームゾーンっていうのが今言ったぐらいの感じですね。ハワイはどんな感じ？まず何か買いたいっておっしゃった方に、ハワイってやっぱり高いイメージあるでしょ？で、コンドミニアムが欲しかったら最低でも50万ドル、5000万円は用意してください。で、家だったら最低でも1億っていうふうに言ってるんだけど、それはもう本当に、ちょっと都心から離れたりとかっていうことになってしまうんだけれども、実はこの間、アキコさんがオハイオで3000万ぐらいって言ってたでしょ？なので、このハワイとかごめんなさい、ワイキキあたりでそういうのを買えるところと思って、一つちょっと今日持ってきました。で、ハワイアンモナークっていうコンドミニアムなんだけれども、21万ドルぐらいから購入ができて、もちろんその室内面積なんかは250スクエアフィートで本当にもうホテルの一部屋ぐらいの大きさなんだけど、窓からはアラワイ運河のお水が見えたりするんで、で、レンタルとかそのバケーションレンタルができるんで、ざっと計算してみたんだけれども、1泊100ドルぐらいで貸したとしても、いろんな諸経費を引いて、手元で 7% ぐらいで回るなと思って。で、それはもちろん土地付きなんだけれども、でもちろんそのリーズホールドって言って、ハワイはリーズホールドとフィーシンプルっていうのがあって、で、その上物だけであればもっと安く13万ドルとか14万ドルぐらいで買える。なので、最初にそれを買っといて、で、お金ができたときに、そのフィーを買い足すっていうようなことも、技も使える。で、もちろんそういう安いものっていうのはなかなか見つけられなくって、そのお隣にある、ランドマークっていう高級なコンドミニアムがあって、そこは私、一つ任されている物件があるんだけど、そこのペントハウスなんかはもう 2.8 ミリオン。でも、その代わりもう2700スクエアフィート、2ベッドルームで2700スクエアフィート、250平米ぐらいあるので、もう本当にそのラグジュアリーな感じのところもあるし、本当にさっきカリフォルニアと同じで、どこの場所を、どんなものを買うかで値段も、そのスペックも全然変わってくるのがハワイだと思う。オハイオは、前回のところで、イーストビレタんだけど、アメリカの6位の経済規模があるんだけど、全米で州で第2位の家の安さ。だから、そこそこのお金が稼げるけど、お家はまだ安いっていうところが魅力で、全米リアルター協会の、
今年ホットなマーケットで5番目に選ばれていて、だからまだまだこう、ね、中西部に来る人たちっていう、そういう、就職口も、買いやすいお家も、手頃な物価もっていうところで、今、ものすごくホットになっていて、なので、去年比でも、住宅取得価格11から12%ぐらい上がってるのかな。そんな中でも、本当にピンからキリです。だからものすごくちょっと怖めのところに行けば、10万ドル以下のお家が買えるし、日本人の人たちがよく住むエリアっていうのは、学校がダブリンシティっていうところがね、市が日本人のスタッフ、エイドさんを雇ってるんですよ。なので、駐在のお母さんなんて来たばかり英語を喋れないじゃない。だから、転入学の、手続きとかを日本語でやってくれるスタッフを雇ってあったらいいなと思うんだけど、それでものすごく人気の日本人がものすごく一番住んでいる都市があって、町か。で、そことかだと、平均購入金額はもう35万から40万ぐらいになっちゃいました。はい。本当に2012年ぐらいだったら20万、25万ドルだったから、もうあっという間に値段が上がっちゃった感があるけれども、今話を聞くと、そんなカリフォルニアとかハワイからしたら、ものすごく手頃な価格でお家が買えるんだなと思うし、大体私が専門にやらせてもらってる駐在員の方、っていうのはお家が買えないから、その方たちに、貸そうという目的で投資で買っていただくお家っていうのはだいたい30万から35万ドルぐらいなんですよね。で、3ベッドから4ベッドぐらいで、お風呂とトイレが一緒についているのが2つに、トイレが1階にハーフバスってあって、で、トゥーカーガラージ、2台車が入るガレージで、大きさとすると、1800から2200ぐらい。そのくらいで、だいたい30万から35万ドルぐらい。それを今だと2300ドルとか2500ドルぐらいで貸すようなイメージなんですね。だから家賃はそこそこ高いでしょ。高いね。なんで、そうだな、購入するとさっきキャップのお話ししてたけれど、5から 6% ぐらいのキャップで、買う段階でもうテナントさん決まってるから、5とか6って言った時に本当に実際に手に残るがね、経費引いた純利益が5から 6% ぐらいで、どのぐらい値段が上がってるのってこの前の回でキャピタルゲインの話したよね。あれだとだいたい2012年から2020年のこの8年間ぐらいで、価格が 60% ぐらい上がってる。そんなイメージかな。やっぱり投資としてすごい面白いよね。それぐらいの数字が出たらね。カリフォルニアの私が住んでるところっていうのは、どうしてももうちょっと成熟的になってきてる、価格帯的には上がっているので、キャップレートとかで言うと、どうしてもね、3% 前後。コンドミニアムだと管理費の HOA っていう費用が結構ドーンと乗っかってでその分どうしてもキャップレートは下がっちゃいますし、そこをあえてじゃあなんでそれで魅力、その買う方の目的がね居住っていうことなのか投資によって全然またね変わってくるんですけれども、もし投資っていう観点で見るときはもちろんそのキャップレートが低いってことは持ち出し金額がすごく上がってアップサイドダウンでマイナスになると問題ですのでそこをクリアしないといけないんですけど、でも、さっき言った経済規模のこととかあと、これから伸びるもう一つの大きい理由に、オリンピックも2028年にロサンゼルスで行われますし、そういうところで今すでに価格も結構高いめだけれども結構そのまままたずっと人口増加とか経済で上がっていくっていう売った時の上がり率の上がる値段の期待っていうのをやっぱりある程度見越して皆さん持たれるかなと思いますね。それとあと学校なんかもすごく多いので大学生の娘さんを結構寮のお金も高いので寮とかに入れるんじゃなくてもう保有してそこを住んでもらってその後は投資用で持っとくとかいろんなビジネスに使うとかねいろんな理由で投資される方とか多いですね。神さんは
まあ、さっきと一緒でハワイってやっぱり来て気持ちがいいところなので、そのキャップレートがうんぬんってもちろん大事なんだけれども、普通の物件を買ってそれを投資して回そうと思えばやっぱり 3% ぐらいあればいいのかなっていうところが多いです。でも今回のこのコロナでやっぱりハワイって本当に1番か2番目ぐらいに感染者の比率にすると少ないところなので、でいまだにまだ結構頑固に島閉じようとして来ないでくださいみたいなことを言っちゃってるぐらい、本当は観光の国なんで来てもらわないと困るんだけれども、それをあえてそのハワイには来ないでくださいって言っちゃってるぐらいのところなので、そういう意味ですごくみんなが今後その観光業としてもハワイっていうのは安全なところですっていうのをすごく打ち出していくようなことを聞いてます。なので、経済的にはうちの子たちもそうなんだけども、大学を選ぶときにハワイにいるよりはやっぱり1人今サンフランシスコにいて1人が LA にいるんだけども、やっぱりそういうふうにジョブオポチュニティっていうのは本当にあると思うけれども、そのライフスタイルっていうのを見たときにハワイっていうのはとても魅力的なところだと思う。オハイオで一つ、特に日本語でね話をしてるから日本の皆さんに言いたいことが、そうだな、日本のサービスがもっともっと入ってきたらいいなって思うんですよね。カリフォルニア、ハワイに行くと当たり前のように日本食レストランとかいっぱいあると思うんですけど、ここなんて本当に日本人がやっているレストランなんて数えるほどで、それも年々少なくなってきちゃっていて、だから例えばヘアサロンとか日系のヘアサロンいくつあるのとかって日本に帰ると聞かれるんだけど、ゼロっていうか、日本人の人でこっちで資格を取ったっていう人はいるから、日本から持ってきた技術じゃないっていうの、ネイルであったりとかマッサージであったりとか飲食だけじゃなくても日本が強いものっていっぱいあるじゃない。そういうところが入ってきたらこう反対にブルーオーシャンなのになって思うんですよね。でさっき言ったように土地の価格とかまで安いから賃貸とかねお店のしても全然なんていうのかな、考えてるものと随分違うような構想が描けると思うから、どんどんなんか日本のこうそういうビジネスをしてる人たちに視察に来てもらって、こんなアメリカンドリームのオポチュニティがまだここにあるよっていうのを見てもらえたら嬉しいなと思ってるんですよね。ね、いいんじゃない？すごい。そういうの聞くとね、贅沢ですね、私たちね。日本のレストラン、ちょっと日本からの美容なんか当たり前のように来るから。日本食もいっぱいあってね、なんかこう、日本食のレストランもそうだけど、食材が本当に普通にお豆腐と納豆と朝ごはんで食べてますから、そういう感じのは贅沢ですよね。日本食材屋さんはあるから、うちも普通に納豆とかお豆腐とか、そういうなんかな、普段のものは全部揃うんだよね。だけど、多分なんつうのかな、種類っていうか、競争がない日本食とかに。だからお蕎麦屋さんもなければ、ラーメン屋さんも数軒あるけど、日本人が食べると、これ日本のラーメンとは言わないかなみたいな不思議なラーメンだとか。なので、はい。来てくださいって感じなんですけど。本当、アメリカに、どこの都市にもね、もっとみんな日本の人が出てきてほしいなと思う。本当だね。どうもありがとうございました。じゃあまた来週。はい、どうもありがとうございます。